皆さんこんにちは。ながらくライクの時間がやってきました。ながらくライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにお届けするラジオ感覚の動画となっております。今日のテーマはこちら、人事制度ガイドラインからオンボーディングプランについてお話をしていきたいと思います。ずっとおしゃべりするのは我らの新堀律樹です。オンボーディングプランについて熱く語ってもらいましょう。どうぞ。早速スタート。オンボーディングって何ですか？オンでボーディングするんじゃない？オンボーディングは多分視聴者の方にはわからない、そんな難しい横文字はって多分おっしゃる方がいると思うので、小田さんから説明してあげてください。オンボーディングってなんだろう？立ち上がるまでのプランニング、計画じゃない？天才的っすね。多分そうじゃない？そうだと思ってるけど。そうなんです。っていうのをちょっとフライクでは何をしてるかみたいなところをお話しする感じでいきましょうかね。創業5期目4期目8月から5期目ですね。 3RD から言ったらもっと長いですよね。じゃあ6期目ぐらいかな。6期目ぐらいか、うん、でオンボーディングという名のものがなかった我々世代、背中を見て学べといろんなクレームを受けましていろんなことがありまして。クレームは社内ですか？社内ですね。分かるわけねえだろと、ちゃんと教えてくれよと、ついに完成しました。紆余曲折とかいろいろな言葉があるじゃないですか。はい。クレームっていうよりかいろいろ紆余曲折みたいなねはい、ということでまずフライク入って入社後すぐにですねっていうのは右の研修メニューっていうのを用意しているので、まずこれを皆さんには受けていただくっていうところからフライク社員としての人生がスタートするという感じになっております。でこれいろんな本当に座学的な内容ですよね。フライクのビジネスモデルを知るとか、システムの開発の基本的な流れを知るとか、あとはビジネスをするにあたって、仕事をするにあたってつけてほしいスキル、例えば箇条書きをできるようになりましょうとか、業務設計書書けるようになりましょうとか、セールスフォースのライセンスの機能を深く知りましょうみたいなところの内容の研修っていうのがあります。これ今ここに9個だけ映ってますけど、本当はもっとたくさんありますよね。12個かな。そうですよね、で私これ、私が作ったものもあればでも1個ぐらいしか作ってないんですけどこの資料えぐいですよね。いや、この資料ねマジで売れると思うこの前2025年4月に入社したメンバーは超箇条書きはすごく褒めてくださいましたね。そうでしたね。新しく入ったらいくらスキルがあっても初めて使うツール、ボックス今日から使ってくださいとか、Google はあると思いますけど、セールスフォース今日から作ってくださいとか、バックログ今日から使ってくださいって言うと、やっぱこういうのがあると、こういうツールでこういう使い方するんだとかもやっぱり分かるので、やっぱりこういう本当にツールの使い方みたいなところの研修とかもしっかり用意をしているので、まずちゃんとこれを受けてもらって一日でも早く一人前になっていただいたりとか、フライクのこと分かって戦えるようになってもらうっていうためにこれは用意しているものになってます。で座学を受けてもらった後ですよねっていうのは、もう実際にプロジェクトに入ってもらって現場のことを知ってもらったりとか、こんなことを知ってもらうとかっていうのをやってもらうんですけど、皆さんまず何をして何に苦戦してるんですっけ？カルバスを食べることに苦戦してもら違います議事録ですよ、これは。そうね、議事録。やっぱり業務設計するにもシステム設計するにもシステム開発するにもやっぱり人と人のビジネスなので、その会話のあった内容とかをしっかりきれいにまとめてお客さん先に送らないといけない、それをエビデンスとして残さないといけないっていうために、どの組織図に所属してても議事録は必ず書いてもらいたいので、書式図書式書いてもらいたいので、まずは最初座学のオンボーディングが終わったら議事録を書けるようになってくださいっていうところで、実際の座禅に入ってもらって議事録を書いてもらってます。よくある質問てか求職者からの質問かな。はい。 AI ってダメなんですか？いいと思います。じゃあ AI これ研修しなくていいじゃん。でなんですけど、それは別に書くっていう話だけであって、それを本当にちゃんと理解してるのかっ
っていうところですよね。お客さんの業務をちゃんと理解して、それを自分の言葉でちゃんとまとめるようにできないと、例えば業務設計コンサルになってもお客さんから聞いたことを自分聞くだけ聞いて理解してなくて資料も作れないっていう風になっちゃうので、やっぱまとめる力、ちゃんと理解をしてそれをアウトプットする力っていうのがないとこれは戦えないので、必ず議事録をやってもらってます。これめっちゃ余談なんですけど、 X 界隈で結構自分たちの仕事というかコンサルティング業界の仕事がなくなるんじゃないですかみたいな、結構盛り上がってるというかバズったりするんですけど、僕それね間違いというか、だと思ってて、議事録のスキルとか要点をまとめる能力が全部 AI にできるかっていうと、僕はねオーソドックスな回答はできると思うんですよ。ただ会社が大切にしているところとか、これフライクが大切にしているところって多分まとめきれないと思ってて、その会社がこういうことを改善したいと思っているところを、じゃあ僕たちの経験を生かしてこういうふうにしたいみたいなところっていうのは、この議事録のスキルがこう大前提にあって、そこからまとめる力、あとは資料化する力とか、あとはその後にお客さんに伝わる力みたいなところで言うと、やっぱ AI にはね取って変わらないところはあるんじゃないかなってすごく思ってます。そうですよね。なんか私がすごく思うのは、パワーワードがたまに出るじゃないですか。こういうシステム作りたいんだとか、こういう組織にしたいんだみたいな話をしてる時に、めちゃめちゃとかこう強調をしてくれたようなパワーワードみたいなところは私は資料に使いたいんですよね。こうカッコして、誰々さんがこういう風に言ったみたいな、それを例えば資料の表題に使ったりとかっていうのをするのって、やっぱり人間であり、その場にいてその方の目と目を見て話して、ここ絶対この人めっちゃ思いあるなみたいなところを強調したいみたいなところは AI 難しいよなって思いますね。なのでやっぱりちゃんと理解して自分でまとめて要点をまとめれる力っていうのはつけてほしいですし、ついた後は全然 AI でいいのかなって思います。じゃあそれをこれで評価をしていくってことなんですね。はい、そうです。具体的にどういう評価軸があるんですか？大変だったでしょう、これは。大滝さん。大滝さんがはい。大滝さん作りましたもんね。はい。具体的には、いい、下に A になればなるほど、いい評価っていう形になりますけど、基本的に打ち合わせ2時間が多いので、その2時間の打ち合わせの議事録を1時間以内にできることっていうのを目標にみんな動いてもらってます。なので1時間以内に打ち合わせ議事録を書いて、一言一句メモをバーって取ってもらってるんですけど、それもちゃんと漏れなく抜かりなくできてて、結論でまとまってる内容もしっかりまとまってて、でそれをレビューしてもらった時にほぼ指摘がないみたいなところが完璧な議事録だと思ってるので、これが A 評価ですね。ただ最初は難しいと思うので、2時間の打ち合わせに4時間議事録をかかるとか、どのくらいなんですかね、最高記録6時間とか何回も動画聞いてとか、2時間の打ち合わせなら6時間、そうです丸1日丸1日やってるとかっていうのもやっぱ、最初はザラなので、そういったところ E のランクから始めてもらって、なるべく下の方に近づけていくっていうところをこう目指してもらってます。とは言っても、じゃあどのくらいの期間で A を目指せばいいのかとか、どうなればいいのかっていうところがないと、やっぱり実際にオンボーディング受けて正社員として戦っていくメンバーも物差しがないと難しいと思うので、その物差しっていうのを作ってます。具体的には今出してる資料でいくと、コンサルティング事業部、そしてテクノロジー事業部、どちらもですね、で役割レベル4のメンバーの場合っていうところで出してると、まずオンボーディングが全て終わるのは5ヶ月目、4ヶ月終了時点ですね。4ヶ月全部終わった時にもう独り立ちをしているっていう状態になってほしいので、さっきの議事録レベルのところでいくと、1ヶ月目は D を目指しましょう、2ヶ月目は C を目指しましょう、3ヶ月目に B を目指して、最後4ヶ月目で A になって立派な一人前のコンサルタントですよねっていうようなプランを引いてます。あとはプロジェクトですね。あとそのオンボーディングで入るプロジェクトっていうのも最初は何もできないと思うので、アシスタントのサブ、アシスタントのアシスタントみたいな形のプロジェクトを3本やっていただいて、2ヶ月目も一緒ですね。3本やってもらって、3ヶ月目になった時にはもうアシスタントのアシスタントは卒業して、立派なアシスタントとしてやってみましょう。ややこしいなとか、1本はもう自分でちょっと回してみましょう、プライムでやってみましょうみたいなところを3ヶ月4ヶ月やってもらって、でどんどんこう
7ヶ月目になった時にはもう最後全部自分がプライムで回してて、アシスタントがまた別についてて、お客さんの先に立ってこうしっかり話してるっていう状況を作ってほしいのが役割レベル4のメンバーなので、4であればここを目指しましょうねっていうところを目指してます。役割レベル4なのにすぐに即戦力って思ってないのがなんかちっちゃい会社なのに意外だなって自分でも作って思うんですけど、はい、この辺りなんか葛藤なかったんですか？葛藤あったんですよね、大滝さんは。大滝さんもありましたよ。ですよね。私、ありましたけど、そんなもんだろうなっていうのはちょっと思いますし、私が今転職して違う会社に行った時に、セールスフォースのなんか開発会社に行った時に、1ヶ月目からやれるかって言ったらやれないかなってこう自分に例えた時もそう思うので、なんか違和感はないですね。ただ優しいなと思いますけどね。4ヶ月もあるんだっていう。そうだよね、でも外資系だったらこれ多分ダメだろうな。そうですよね、短くて2ヶ月間ぐらいじゃないかな。そう、2ヶ月ぐらいですよね。だってその分の時の給料ってインセンティブないからね、外資系だったらね、これ。それでも役割レベル4っていうことはね、日本の平均年収よりかなり上をもらってる金額だから、4っていくらでしたっけ？ 4 は700ぐらい。そうですよね。だからもう即戦力レベルですもんね。700万前後もらってるので、やっぱそこ活躍しないとってやっぱ思いがちだけど、とは思いますね。あとやっぱスキルコンピテンシーのところもね違ってて、7ヶ月目から 3.5 っていう風にしているので、やっぱこう自分自身に求められているところをちょっとずつ上げてほしいみたいなところがあるかな、とは思ってこういう風にプランを考えましたね。いや、いいですね。これもこんだけ物差しがあると、5ヶ月目にこうなってればいいんだっていうのでしっかりやっていけれるので、従業員からしても分かりやすいなって思いますね。あと今4を見てましたけど、2とかはもうすごいですね。1年1年本当にすごい、1年かけて一人前になりましょうっていうところで、1年間議事録いろんなプロジェクトに関与していろいろ頑張ってもらって、議事録のレベルも4時間から始まりずっとやって、7ヶ月目にやっと B になって、なので本当に明確にちゃんと物差しを引いてるので、これに沿ってやっていただいて、もし早く成長するんだったらそれはそれでウィンウィンだと思うので、じゃあ早く上に上がってもらってみたいな形でオンボーディングっていうのをやってます。なんかこれ作った時に思ったんですけど、役割レベルの2の人って1年後からしか売上にも利益にも貢献しない人っていうのをもう明確に示してると僕同じだと思ってるんですね。じゃあ一方でそういう人たちが1年間ほぼ利益で生きてることになっちゃうじゃないですか。それくらい投資したいなって思う人じゃないと採用しちゃダメだなっていうのをすごく思ってて、だから口だけでは頑張りますって言うけど、そうじゃない人たちやっぱいるじゃないですか。なのでしっかりと面談では見極めなくちゃいけないし、今後この動画を見てフライクに入ってくれる人はこういう風にオンボーディングプランがしっかりしてるっていう反面、人任せじゃダメだと思ってる。やっぱ自分の時間を投資しないといけないと思うし、こう4月に入ったメンバーですごいなと思ったのがさ、自分自身でアンプトークの聞いて人の議事録を取って差分を見るみたいな、取るの遅いなと思ったらタイピングと練習もしてますみたいなこと言ってたじゃん。やっぱ素敵だなと思ってて、こう用意されてるから成長できますではなく、用意されてるけどそれプラスアルファしっかりやってるから今ね一人前として活躍できますみたいな人たちをしっかり採用していけたらなって、これ作った反面これを作ってこれに乗っかってくる人たちをちゃんと見極めなくちゃいけないなってすごい感じますね。でもこれ厳しいと思うよ。打ち合わせ4時間2時間やったのを2時間で出してって、だって2時間の僕たちがだよ、英語の講義を受けてそれを求めろって言っても多分ね、役割レベルの2の子らはそうだと思う。きついですね。確かに。だってバックオフィスも知らなくちゃいけないし、セールスも知らなくちゃいけないし、マーケも知らなくちゃいけなくて、なおかつシステムのことまで知らなくちゃいけなくて、使ったことないシステムでってなったらめっちゃ大変だと思うけど、やっぱその分給料上がりやすいと思う。そうですね、これを終わって一人前になった13ヶ月目にはもうジュニアコンサルタントになってる、役割レベル2から3に上がるタイミングでしょ、3になったら、600万もらってるんじゃないかな。そうですよね。なのでそれが
入社して例えば22歳の子が採用して入ったとしても、うん、23歳のタイミングではワンチャン役割レベル3になってる可能性もあるってことですからね、そうです。夢ありますよ。夢ありますね。入社2年目で600万って嬉しいよね。相当大変だと思うけど嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。仕組みはできたんで、あとはそのメンバーが育ってくれるように僕たちは働きかけもしなくちゃいけないし、そうですね。でもちろん今議事録の話をしてますけど、議事録だけではない、エンジニアであれば多少なりとはコーディング勉強してもらわないといけないですし、セールスソースの勉強もあるし、資料作りもあるし、なんか設計システムの IT パスポート基本情報的ななんか基本的な内容もやっぱり知ってもらわないといけないので、その辺は今オンボーディングプランを作っていきますので、はい。そう僕が作った内容はどちらかというとベースそうですねのものなので、あとは事業部に配属されて、その事業部の特有のね、知らなくちゃいけないのはその事業部長だったりとかユニットの責任者がしっかりと作ってもらいたいので、ぜひぜひ、はい、嬉しいことにいろんな人が応募してくれるので、ちょっとずつ、年間で5名6名ぐらいしか採用できないと思うけど、しっかりと一人前になって自分自身も成長して楽しい思いもしてほしいし、それでもしっかりと自分のバリューを磨きたい、成長したいっていう人はぜひね、フライク興味持ってもらえると嬉しいね。で、多分全ては話しきれてないと思うので、なんか興味あるなと思った方はぜひコメントでも我々の X からでも何でもいいので、お問い合わせっていうかなんかいただけるとカジュアル面談とかさせていただきたいなっていうふうに思っております。ジュニアのメンバーからすると、その若いメンバーって意味合いでね、22から26ぐらい、さすがに僕に DM しづらいか。私もしたくないですよ。年齢じゃない。年齢じゃない。する子はするんじゃないですか、多分。でもそうかもね、SNS 慣れっていうか、まずねフランクに来てもらってカジュアル面談でもいいし、なんかこれについてどういう風な意図で作ったんですかでもいいですし、これがしっかりと浸透していったらお客さんにもこれちゃんと提案したいなと思ってて、これでその社員が、ね、よく言われる DX 人材って言われる未経験のところから必要な IT 人材 DX 人材になったっていうのがね、ちゃんとできれば輸出したいですね。輸出したい確かにやっぱしっかり作ったんで、しかもね、時間もちゃんとかけて作ったんで、そうですね、これはよく知ってもらいたいですね。ということで今日はオンボーディングプランっていうところでお話しさせていただきましたけど、ぜひ興味ある方はいろいろコメントとかいただけると嬉しいですよね。コメントって、動画のコメントなんか投稿したのに動画のコメントないのは悲しいので、いいねだけでもいいのでいただけると嬉しい次第でございます。コメントよりもいいねが嬉しいかも。あ、本当ですか？なんかコメントってなんかプライベートのこと質問しづらくなっちゃうから、時々 X でこの動画見たんですけどとかいう方が僕なんかね、こっそり見てこっそり DM しちゃうんだってニコニコしちゃう。じゃあそれで皆さん大竹を喜ばせてあげてください。では次回もお楽しみにお待ちください。バイバーイ。